どうも皆さんこんにちは。バイオリン道場へようこそ。今日はですね、日々の練習の様子をお見せします。今日は湿度 45% で気温ですね。室内の気温が 15.0 度となっています。湿度 45% なので、ちょうどいい感じということでしょうか。だいたい45から 50% の間に入っていれば楽器は健康な状態で保っていられますのでね。ということで、今日は20分以内に収めたいと思いますが、途中カットとか編集も加えたりしつつ、普段僕が日常の練習ですね、どういう風にやっているのか、何をやっているのかっていうことについてちょっとお話ししながら実際にお見せしようと思います。でまず最初にですが、今僕はいろいろなエチュード、スケールやっていまして、まずはイザイですね。イザイの、デイリーエクササイズっていうもの。これはどういうものかというと、右手の柔軟さと、均等に動かす訓練です。これ一見何をやってるのかわからない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、何を練習しているかと言いますと、これはゲー線から A 線までのこの一連の動きを止まらずに滑らかに動かすための練習です。ですので簡単そうに見えますが、こうやってやるとすごい簡単にできてしまうかもしれませんが、これでは全くこの、曲の練習する意味がないわけですね。ですのでこの角度からもう動き出してるわけです。この角度から動き出したらずっと止まらないわけですね。これやってみると分かるんですが、すごい難しいわけです。で僕も今まだできてないです。ただこういう練習曲というのは、できてしまったらやる意味は思い出したりとか、その技術を維持するためにやるっていうことに、なってしまうので、その意味が半減するわけですね。ですので今できないから、こうして練習をしています。この練習をするときには右手に変な力が一切入っていない必要がありますので、よっぽど余分な力を入れないで右手を持つことが重要となっていきます。でまだ少しありまして、こんな感じで練習するわけですが、テロップ入れられたら入れますが、
頭の中は非常に辛い思いをして練習をしています。こういう感じですね。そして次はこのまた以外の練習曲なんですけど、1ポジションと3ポジションの移動の練習ですね。こんな感じで、詳細は画面の方か概要欄に楽譜は載せておきますけども、これは何をやっているかというと、ただ単純に音を弾いているだけではもちろんないわけです。これはまず1ポジションと3ポジションの行き来をするときにシームレスにというか、継ぎ目がわからないようになるべく移動したいわけです。ですのでこう移動するときにこの手首の形があるわけですね。1ポジションでもこの形の1ポジションと3ポジションの手首の形っていうのは当然変わるわけです。これとこれはどう違うかというと、端的に言えばこうとこうですね。少し手首が入ってるわけです。でその角度を、その日によって、体の体調とかも全て変わりますが、変わりますので、毎日この角度を確認するっていう作業をしています。そしてこれを、早くやることによって3ポジションに移動するとき、1と3の移動をできるだけ何も考えずにできるようになりたいと、そういう願いが込められています。そしてあとは重要なことがもう一つありまして、指が4本バイオリンの弦を押さえるときにありますけども、この4本の指それぞれを押さえているときに他の指は離したいということです。どういうことかというと、少しですよ、このように例えばファの音を弾くときにドレミの音を押さえたまま弾くのではなくて、一つずつ離すということです。でこれについては、僕は確信を持ってこのやり方の方がいいと思っています。でこれには反論ある方もおられるかもしれませんが、それはなぜその反論が出てくるかと言いますと、まず戻ってこなきゃいけないので、こうファミレドと戻ってくるので、押さえたままの方が位置がずれないからいいでしょということですよね。一回離してしまうと同じところに降りてこれるかどうかわからないし、わからないので押さえておいた方が省エネできるという話ですね。ですがこれは厳密に、言うと少し違っていまして、でこれは僕が言ってるわけじゃなくて世界的な、権威のある方がおっしゃっていますので、僕は信じています。僕は物理的に納得してるんですが、なぜかというと、ずっと同じ場所に止めておいたら音程が合ってる保証っていうのはどこにもないわけです。つまり本当に0. 数ミリぐらいはずれてる可能性は当然ありますので、そこにずっとその指を置いているからといって同じところにずっと指があるとは限らないわけです。ちょっとずつずれてた経験ありませんか皆さん。もちろんこのぐらいの簡単なのだったらいいですよ。このぐらいの簡単なものであればもちろんずれることはないんですけども、難しい曲とかを弾くときにはずれてくる場合っていうのが往々にしてあるわけですね。ですので1回ずつ次の指を押さえたら離すっていう訓練をこうベルリンではするようですね。僕もこの考え方はその方に初めて聞きましたが、これなぜ納得かと言いますと、弦というのは
こことここで設置していますね。ですのでこの長さ、こっからここまでの長さとその張り具合によって音が調整されているわけですね。どの高さの音が出るかですので、弦が振動するときにはそこを押さえるということは振動をここをなくすわけですね。そしてここからここまでの長さで弦を震わせて音を出すということです。ですので当然若干ながらこちらも振動しますし、こっちもこっちも振動するわけです。ですので他の指を押さえるということはそれだけ弦の振動を抑制する方向に働いてしまいますので音の響きは悪くなります。で実際これは、パガニーニのカプリスとかを去年僕が練習していた時に痛烈に感じました。日頃指を離すっていうことをしてなかったものですから離すのにとても苦労するわけです。でも離して弾くとすごく音がクリアにはっきりと聞こえてきました。ですのでおすすめします。なので下がってくるときは当然外さないと音が出ませんけども、上がっていくときが問題ですよ。こうね、離すという作業を、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。でこれは意外にこう筋肉がいるんですね。なので、例えばその次アーセンに行くとこういうなんとなくモヤモヤするところっていうのを落ち着いて練習してるわけですけど、これをこう押さえたままやるの、もちろんトリルとかはそうなわけですけど、押さえたままやるのは結構簡単なんですけど、次の音を押さえた瞬間に前の指を離すということをするととても難しくなります。でこれは指の、ここの部分に骨とこう骨伸びてるわけですけど、こうやって1本ずつね指がこの指伸びてる間にをつないでいる中腰筋っていう筋肉があるんですけど、これ普段の生活ではほとんど多分皆さん使ってないんですよ。でこの中腰筋を鍛えるっていうことにつながっていると思っています。解剖的にですけどね。ですのでそういう感じに、練習するとこれだけでももうかなり疲れます。言い忘れましたが3ポジションは必ず当ててくださいね。ここにその当てる練習です。ここで当てる。ということですんで、こんな感じでこの練習、早くすれば早くするほどこの行ったり来たりっていう当てるという練習ですねの角度の練習によりなっていきますので、最初ゆっくりから始めていただいて指を離すという練習ですね。離しすぎるのはもちろん良くないんですよ。ちょっと離せばいいんですけどね。離すっていう練習をぜひ取り入れてみていかがでしょうか。僕ももちろん全然完璧に弾けてません。これ今ずっと練習を始めたというそういう状況になっています。はい、では続けてですけども音階についてを少しやっていきます。音階のとてもシンプルなパターンの練習を今僕は取り入れてます。毎日10時間も練習できるわけではないので、そこはこうプロで活躍してて時間をある程度バイオリンのために人生を捧げることができる人はもちろんやっているんですけども、僕はそこまでの時間はないので必要最小限の音階スケールっていうものを
毎日の練習に取り入れて、やっています。こなさなきゃいけない、演奏会に向けての曲の練習が当然入ってきますので、ただ曲の練習だけやってても当然上達はしませんので、こういう基礎的な練習を取り入れるわけです。で、じゃあ具体的にどういう音階をやっているかというと、これはもう皆さん市販のものでいろんな音階ありますから何でもいいんですけども、一番シンプルなアルペジオっていうんですかね、こう一つずつ音階で一個ずつ上がって、ドレミファソラシドってこう上がっていくタイプの音階をやってみてほしいんですけども、でやるときにポイントがありまして、必ずメトロノームを使って速さを変えながら練習するということです。で例えば、まず僕はいつも、60という速さを基準にしてやっています。ですのでこれ60という速さですね。そして、一回やってみますけど、これが続きます。今やったのはツェーモールの和声の音階、旋律の音階ってやって、最後のツェードゥアの音階っていうの、これで一周に僕の場合はですよなるわけですね。でちょっと長ったらしくやっちゃいましたけども、今これは60のテンポで1つの音符で60の1個分っていう風にして練習をしています。で、何に気をつけてるかっていうと、またこう何を気をつけるかが一番重要でして、まずビブラートの練習をここでしています。音程の練習はもちろんですよ、もちろん音程の練習はするんですが、ビブラートをこの一つの中で、一つの音程この中で121212、このビブラートを112ですね。だからこれで2回です。でこれで練習をしているわけです。でそしてこれが終わると次はどうなるかというと、これは3つです。3つの2拍目にメトロノームの頭が来るの。そしてという具合に、次は同じ3つのビブラートなんですけども、このメトロノームのカチカチがその123の3にこのカチが来るようにしています。で1拍目にメトロノームのカチが来ないように練習している理由なんですけども、それは自分のリズム感を鍛えるためにやっています。どうしてもカチ123123ってやると、日本人の感覚上こうなんていうんですかね、それがとっても重く感じてしまうんですね。ですがこれがずれたところに123123123123って取ることによって1を自分で決めなきゃいけないんですね。123123123123、そうすると1拍目の、重みを自分で作らなきゃいけないという意識が芽生えると同時に2と3に当たる率も高くなるわけです。適当に123123ってやるのとはわけが違うわけですね。でそういう感じにやって、これを一通りやったら、今度は同じ60というテンポでも
という具合にやるわけです。でこの場合においてもビブラートは2回だったり、これだと1回です。これだと1回になりますが、2回であったりとか3回であったりとか、3回以上になってくるとゆるくかけるような感じとかっていう風にして段階を踏まえてやってます。でここまではビブラートをかける練習でしたが、ここから先はビブラートなしでこんな感じに練習するわけです。で、これが終わったら最後には、これもかなりきついんですけど、120まで倍のテンポに上げて、このぐらいの速さで練習したりということですね。これを、考えて、音程がちゃんと合うこと、リズム的にしっかりしていること、弓の返す時に変な動きにならないこととかを気をつけながらやっています。ということで少し長くなっちゃいましたけど、いかがでしたでしょうか。本当はですね、こういう音階とかっていうのは僕は、自分自身のバイオリンとしての価値を下げることにもつながりかねないですよね。つまりこいつはこの程度しか弾けないのかっていうことで思う割れた方もいらっしゃるかもしれませんが、そうですね、僕の実力は所詮この程度のものですけども、この練習を毎日積み重ねていくことによって少しでも上達していきたいというふうに思って練習していますし、実際に上達したいというふうに心から願っている方に対してはですね、実際こういう練習をすると間違いないんではないかということをお伝えしたかったので、自分の練習をさらけ出してみることにしました。この収録する前にですね、楽器を触って入念にウォーミングアップをしてから、収録をしているわけではなく、あくまでも楽器をケースから出してそのまま演奏してみたという段階での今の収録になってますので、どうかその辺はご了承いただいて、また次回ですね、またこの音階の続きをやっていきたいと思いますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。では失礼します。